あなたは本当はね、そんなところでくすぶってるような人間ではないんです。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は波動についてのお話ですね。願いをスイスイ叶える人になるためのたった一つの考え方についてお話ししてみようと思います。どうぞ最後までご覧ください。このチャンネルでは引き寄せの法則や波動、潜在意識、心理学など目には見えないけれど幸せになるために大切なことについて分かりやすくお話ししています。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。各種 SNS もフォローよろしくお願いいたします。はい、では今回は願いを次々に叶える波動になれるたった一つの考え方というテーマでお話しします。願いを叶える波動ってどういうことって感じですよね。引き寄せの法則は波動の法則なので、自分の波動と同じものが引き寄せられます。でね、ここでいきなり核心部分に入っちゃうんですけど、これまでもたびたびお話ししてるんですが、願望実現のためにはすでに願いを叶えている未来の自分の波動と今の自分の波動をシンクロさせることが大事なんです。願いを叶えた自分をちょっと想像してみてください。めっちゃ嬉しい、もう最高、やったーってなってません？叶った時の波動の周波数に今の自分の波動の周波数を合わせればいいんです。ラジオ局をね、合わせる時みたいにチューニングすればいいんです。じゃあどうやってそれをやればいいのかということなんですけど、未来に願いが叶った時の自分の姿だけじゃなくって、その時の感情、気持ちをね、ありありとイメージするんです。実はこの感情が波動を作ってるんです。そうすれば未来の自分とシンクロできるというわけですね。わかりやすいのが予祝ですよね。もう先に叶ったつもりでお祝いしちゃうっていうやり方ですね。昔の人ってすごいですよね。こうすると自然に叶うって知ってたんですね。叶った自分をイメージする、叶った時の感情をね、今のうちにもありありとイメージしちゃう。簡単でしょ？でもね、実はここが簡単そうに見えて一番引っかかりやすいところなんです。いや、よしくもうやってるし、もうイメージもねしょっちゅうしてるんだけど、なかなか叶わないんだよねって、どうやったらいいの？もう疲れちゃったって方もいるんじゃないかなと思います。確かにこれをね、毎日毎日続けるのってめっちゃしんどいんですよ。そしてここに実はトラップがあって、あまりにもね繰り返しやってると、今の現実とのギャップをねありありと感じて余計虚しくなっちゃったり、願いが強すぎて執着の波動にすり替わってしまって、波動が下がってしまうと逆効果になっちゃうんです。だからね、以前の動画でも願ったらもう忘れてって言ってますよね。じゃあ常にイメージしたり願ったりしなくても、願いを忘れていてもね、願いを叶える波動をキープするためにはどうすればいいのかっていうことですよね。ここのところ皆さん知りたくないですか？では常にこの願いを叶える周波数を保てている人、引き寄せが次々にできる人が持つたった一つの考え方をお話ししようと思います。それは自分を愛するということです。もうね、本当にこれに尽きるんですよ。皆さんね、今聞いてね、はいはい、スピリチュアルでよく言うやつですよね。愛ね、はい、自己愛ですよねって思いました。でもそうは言うけど、自分を愛するってどういうこと？一体どうすればいいのっていうところなんですよね。具体的なやり方がわからないっていう方も多いんじゃないかなと思います。でね、自分を愛するっていうとね、ナルシストになることなんじゃないとかね、なんか気恥ずかしいとか、自己主張の強いね、自己満足のなんか痛い人になるんじゃないとか、あと自分勝手な人って思われそうとかね、人に嫌われない、大丈夫なんてね、不安とか恐れ、心配とかね、ジャッジが出てくると思うんです。本当人ってね、もうどれだけ人目を気にしてね、自分のことをジャッジしているかってことなんですよ。ジャッジっていうのはね、いいとか悪いとかで裁くということですね。自分を愛することにいいも悪いもないんですよ。どんな自分でもいいんです。どんな時でもありのままの自分を受け入れて、認めて、尊重するということです。
私はダメな人間だとかね、もう弱い人間だとか、失敗ばっかりで何にもできないとかね、もう自慢できることなんか一つもないとか、才能もないし、誰からも愛されないし、もう私には全然価値がないなんて思っていませんか？自分にダメ出しばっかりしてね、もうジャッジメントの嵐っていう方結構多いんです。自分がダメなんて誰が言ったんですか？それって自分の思い込みじゃないですか？もし親とかね、他の誰かにそう言われて思い込んでしまったんだとしたら、もうまともに受け取らなくていいです。その親がね、自分自身に自信がなくてダメだダメだって思っているから、その自分をね、あなたに投影してしまっているだけなんですよ。つまり親の自己肯定感の低さによる思い込みであったり、もう幻想なんですね。何の裏付けもないし、もう事実無根なんですよ。幼い頃にね、親からかけられた言葉に縛られて、もう身動きができなくなっちゃってる人を本当にたくさん見てきました。親は子供のために良かれと思って言ってるだけなんですけど、子供にしたらね、結構影響を受けちゃうんですよね。でもね、もう気持ちだけありがたく受け取って、もうあとはスルーで OK です。ただあなたがあなた自身を信じてあげればいいだけです。あなたが人生の主役なんですよ。誰にもね、親でさえも主導権を握らせないでください。親の人生は親のもの、あなたの人生はあなたのものです。だから自分の価値観は自分で育てればいいんですよ。また私たち親もね、子供を自分の思い通りにコントロールしようとしないことが大事です。子供は子供の人生、失敗すらもね、その子の経験で成長の糧になるんですから、そっと遠くから見守りましょう。じゃあ具体的に自分を愛するってどういうことということで、皆さんにぜひ覚えておいていただきたいことがあります。私ね、台本書いてる時にハイヤーセルフとね、自然に勝手につながっちゃって、言葉が降りてくるんですね。なのできっとね、皆さんに必要なメッセージがあるんじゃないかなと思います。何かができるから素晴らしいんじゃなくって、存在そのものを認めてあげてください。これができるから素晴らしいとか、これがあるから愛されるっていうのはね、条件付きの愛なんですね。本当に大事なのは、何もなくても愛する無条件の愛、何もね、見返りがなくても愛する、無償の愛なんですよね。そのまさに親のような愛を自分自身に向けてみてください。何にもない自分自身をもね、愛して、で自分だけは自分を絶対に見捨てないでほしいんですね。これがないから私はダメなんだとか、こんなに頑張ってるからいいことがあるはずだとかね、理想が高すぎたり期待しすぎるからしんどくなるんですね。もっと肩の力を抜いてみてもいいんじゃないかなと思います。自分は価値ある存在だということを徹底的に信じてあげてください。心が折れそうになったら、一瞬一瞬私は素晴らしいって自分に言い聞かせてください。そしてね、呼吸をするたびに、笑うたびに、もう自分の中からね、光が溢れてくるのを感じてください。自分がね、今ここに存在していること、もう生きているだけで価値があるんです。自分には何の価値もないって思ってる人はね、本当の自分から目をそらしているだけなんですよ。常に失敗しないかどうか心配したりね、あと禁止したりする人が周りにいた場合、自分に無限の可能性があるっていうことをね、忘れてしまうことがあるんですね。あなたにはその力がないって思い込まされてきたんですよ。それってね、その言ってる人が安心したかっただけなんですね。でもそういう言葉をね、ずっと聞いて育ってきてしまうと、失敗が怖くなってなかなか挑戦ができないんですよね。でもこれって実はね、神様のお計らい、お膳立てでね、そういう人をそばに置いて、配置することでね、神様があなたに負荷をかけていただけなんですよ。あなたが自分でやりたいことに気づいて、でどんな反対、逆境があっても、自分はこれをやりたいんだって本気を出すまでね、神様が待ってるんですね。なのでこれまでのことは、あなたが本当に自分に目覚めるためのトレーニング期間だったと思ってみましょう。もしね、今あなたがもう何にもしたくないって思うんだとしたら、魂が疲れているからです。そんな自分も許して受け入れてあげましょう。もう頑張れない、もう何にもしたくないって時ありますよね。わかります。
もう体調まで悪くなったりね、もう周りの人にねもうイライラして八つ当たりしちゃったりね、そんな自分に自己嫌悪しちゃったりするんですよね。でもそれはね、あなたがずっともう目いっぱい頑張ってきて疲れちゃっただけなんですよ。全然悪いことじゃないの。だって人間ですもんね。機械じゃないんですから、当たり前なんですよ。でそういう時ってやっぱりね、体調不良になったり、もう何をやってもうまくいかなかったり、もうこれがサインなんですね。もう辛い時、心がしんどいなって感じる時は、もう遠慮なく自分の心と体を休ませてあげましょう。それもまた自分への愛なんです。怠けているとかだらしないとか、また自分をねジャッジしないでくださいね。とにかくそういう時はね、なるべく好きなこと、楽しいことをして自分をねぎらってあげてください。心と体がね、まず元気にならないと波動は高くなりません。まずは自分に優しくを心がけましょう。幸せは成功やお金、肩書きとは無関係だということです。幸せって何かを得ることとかね、肩書きを持つこととか、お金をたくさん稼ぐことばっかりじゃなくって、自分だけの宝物に気づいて、やりたいことを自由に楽しんで生きられることだと思います。だからね、私はこんなに稼げたとかね、早くいくら達成できたとかいう人を見て、もう焦ったり自分を卑下したりすることはないんですよ。私は人間にとって一番大事なのは自由だと思っています。どんなにお金があってもね、何か、制限のある人とか何かにとらわれている人っていうのは自由じゃないし、あとは損得ばかりを考えてね、必死に何かにしがみついている人も心にゆとりがなくってね、幸せそうには見えないでしょ。自分に制限をつけないで自由にね、自分の本当の気持ち、魂の声にただ素直になって生きることをね、自分に許可してみてください。自分の本当の気持ちに素直に生きるだけでね、豊かさとか幸せが無限に入ってきます。自分の運命に逆らわず、もう宇宙にね全部委ねて、もう吹いてきた風に乗って生きるようになれば、もっと自由に楽しみながら心地よく願いを叶えていけます。最高の自分を見てみたいなら目覚める方を選びましょう。今の自分に満足できていない人、思うように生きられていないと思う人は、まだ眠ったままの才能と英知があるはずです。もうそろそろ目覚めさせませんか？あなたは本当はね、そんなところでくすぶってるような人間ではないんです。宇宙はね、あなたの持っているものを全部知っています。もうお見通しなんですよ。ぜひそれを使ってね、たくさんの喜びや幸せ、豊かさを受け取ってください。あなたが願いを叶えるために必要なものは全てあなたの中にもうすでにあるんです。あとはただ本当の自分に目覚めるだけ。あなたの興味のあること、心がワクワクするものにね、勇気を出して挑戦してみましょう。自分の可能性を広げてあげることもまた愛なんです。そしてあなたの中の神聖に目を向けましょう。赤ちゃんってね、ただ生まれてきただけで尊いですよね。泣いても笑っても可愛いじゃないですか。誰もが宝物で大切な存在だっていうことを思い出してください。みんな神様の子供ですし、あなたも神で宇宙だということです。時々ね、自分の中にいるもうちっちゃい生まれたての自分、もう神様みたいにね、ピッカピカの自分をね、ぎゅっと抱きしめてあげるイメージをしてみてください。じわーっとね、ハートのあたりがあったかくなってくるのを感じられると思います。波動が大きく振動してね、高まってくるのがわかると思いますよ。そして一瞬一瞬自分がね、心地いいと思う方を選びましょう。何かを選ぶとき、迷ったときは自分がね、心地よく感じる方、ワクワクする方、楽しい方、ほっとする方を選びましょう。毎春選択のたびに自分の魂の声を聞いてあげましょう。それが自分を好きでいる、大切にする、愛するということにつながります。自分でね、何も選べない人は正解を探しすぎなんですね。失敗を恐れすぎなんですよ。失敗しない完璧な人って可愛いと思います？神様ってね、ちょっと失敗してね、ドジなぐらいの人をね、すっごい可愛がってくれるんですよ。ですから万人が思う正しさを探さなくてもいいんです。ただね、自分の直感でいいなって思うことをね、選択してください。それがあなただけの正解なんです。どんな時も自分のことを信じて、自分の一番の味方でいてあげてください。魂がどんどん強くなって、波動も高く強くなって、内側から自信があふれてくるようになります。では最後、
自分で自分を守ってあげましょう。自分を守ってあげることも愛です。自分をね、一番大切な親友だと思ってみてください。あなたは親友を傷つけてくる人を見て見ぬふりできますか？全力で守ってあげたいって思いますよね。ですから、あなたを傷つけてくる人には勇気を出してノーということも時には大切なんです。ただ、どんなことも自分の波動次第ですから、相手だけが悪者っていう考え方はちょっと違うんですよね。ですから、とにかくね、自分の内側を整えることに集中してみてください。悪いことが起こるのをいつも周りのせい、環境のせいにしてね、人の欠点ばかりを探して逃げているだけでは、被害者意識で波動がどんどん弱くなって、願いが叶うのを遠ざけてしまうんです。嫌な人を避ければね、その時は楽になるかもしれませんよ。でもまたね、それと同じことが繰り返し起こるんです。なぜなら、そこにあなたの学びが隠れているからです。自分を大切にするって決めることでね、あなたの波動が強くなってキラキラ輝き始めます。相手との境界線をね、しっかり意識しつつ、自分をね、愛のキラキラした波動で包んで、そして相手にもね、光のレイをかけてあげるイメージをしてみてください。でね、常に神視点に立って、もう自分も相手のことも俯瞰して見てみるといいですよ。これはね、相手を上から見下せっていうことじゃなくって、常にどんなことからも学ぼうってするね、謙虚な姿勢は保ちつつ、視点をね、高く広くして自分を客観視する習慣を持とうということなんです。あなたの心に光があるから影が見えるんです。光が良くって影が悪いっていうんじゃなくって、光と影は常にセットですから、自分がどの面を見るか、どの面を選んで生きるかということが大事なんです。自分のことを大切にしてね、愛して波動が安定していると、そういった低い波動の影響は受けにくくなります。そしてあなたの波動と合わない人は自然と離れていきます。または攻撃する力が弱くなるんです。あなたはただ自分の内側に目を向けて思考や感情を整えるだけ。あとはもう宇宙に全部お任せで大丈夫です。波動の低い人はなかなかこの修行が終わりませんよね。そしてね、自分のしていることが幼稚で未熟だってことを気づかされる時が必ず来るんです。それはね、あなたがやらなくても宇宙がちゃんと采配してくれますから大丈夫です。因果応報というのがありますから、必ずね、その人に自分のした行いが返ってくるんですね。そしてあなたはもうその人とはね、違う次元に移行していますから、外のことを気にせず自分に集中しましょう。あなたの波動に合った人が周りに増えて、で見える世界が変われば、あなたの願いが叶うのはもうすぐでしょう。とにかく自分に注力して、自分が愛おしくて大切な存在だってことに気づくと、もう自分の声をね、無視したりごまかしたりはできなくなるんです。もういい加減、私はやりたいことをやって生きよう、私のために生きるんだって思いますよ。自分を愛すると人は強くなれるんです。あなたの幸せっていうのはね、あなたの愛が作り出すんですよ。愛を外側に求めるから得られないと苦しいんです。愛ってね、自分の内側からもう泉のように無限に溢れてくるものなんですね。つまりみんな自分の内側に愛の源泉を持っているんです。でもね、それが眠ったままの人がたくさんいらっしゃいます。自分でね、勇気を出してそれを掘り起こして愛の波動をいっぱいに浴びてね、本当の自分に目覚めてください。今回の動画をね、繰り返し何度も見て、ぜひ日頃から実践してみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は波動を強くするたった一つの考え方ということでお話ししてみました。自分の見えている世界は自分で変えられるよ。願いを叶えるのは愛の波動で、それはみんな自分の中にあるんだよということでした。では、今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。